バイオハザードレクイエムの舞台、ラクーンシティ。なぜ今また、この滅んだはずの街に戻ってくる必要があるのか。FBI 捜査官、グレース・アシュクロフト。彼女の母、アリッサが命を落としたレンウッドホテルでの襲撃事件。母の死の裏に28年前に起きたあの事件、ラクーン事件に全ての始まりが存在しているとしたら、街全体が核によって消滅したあの一件、本当にそれはアウトブレイク、感染爆発の封じ込めのためだったのでしょうか。今回の動画では、バイオハザードシリーズ全体に通じる最大の革新、ラクーンシティとラクーン事件の隠された真相に迫っていきます。本チャンネルではバイオハザードシリーズの考察、解説、検証を中心にした動画配信をやっておりますので、バイオハザードに興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは行ってみましょう。ラクーン事件、それはバイオハザードシリーズの全ての始まりを告げる事件です。前日談にあたる王道特急事件、スターズが介入した洋館事件がラクーン事件へと結びつき、RE2 におけるレオンとクレア、RE3 のジル、そしてレクイエム主人公、グレースの母であるアリッサら、ラクーン市民の脱出劇が描かれたアウトブレイクにおいて、事件の発端から終着点までがそれぞれの視点で切り取られ、その一部始終が明らかにされています。ラクーン事件は滅菌作戦によるラクーンシティの消滅、その後のアンブレラの崩壊を経て決着したとみなされていますが、この事件の裏側には未だ大きな3つの謎が残されています。皆さんはお気づきでしょうか。謎1、米政府はなぜ町ごと消滅させる判断をしたのか。前例のない自国領内への都市核攻撃。生存者もいた中でなぜ強行されたのか。政府に焦りと隠したい何かがあったのか。謎2、ラクーン事件の真の黒幕は誰なのか。アンブレラが単独で起こした事故だと多くの方が思われているが、それだけでは説明できないところが存在する。滅菌作戦決定の背後には、ラクーン事件を操っていた政府内の影の存在が見え隠れする。謎3、ラクーン事件以降に世界各地で発生した事件は偶然か。ラクーン事件以降にウイルスや生物兵器による事件が連鎖している。プラーガ、特異菌、それぞれの事件にラクーンが発端の因果関係はないのか。これらの謎を解くために一歩踏み込んで考えてみる必要があります。それはラクーンシティという街そのものが異常だったのではないかという視点です。事件の舞台となったアークレイ山地スペンサー邸の洋館研究所、地下に張り巡らされた巨大実験施設。あまりにも密度が濃すぎるこの街は、アンブレラが選んだ単なる中西部の地方都市に過ぎなかったのか。バイオハザードレクイエムで示される可能性のある3つの謎への答えに迫っていく形で考察をしていきましょう。ラクーンシティは一体どのように発展してきたのか。まずはその成り立ちとアンブレラとの関係からおさらいしてみましょう。1963年、マイケル・ウォーレンという技術者がこの街を訪れたことから始まりました。ウォーレンは街の電化に尽力し、5年後の1968年には路面電車が敷設されます。これが発展の礎となり、翌年の1969年にはカイト兄弟により地下鉄も開通。時期を同じくしてラクーン警察署 RPD も建設されます。一方、1962年、オズウェル・ E ・スペンサーはジョージ・トレバーにラクーンシティ郊外にあるアークレイ山地に洋館の建設を依頼。洋館研究所の完成は1968年の路面電車の開通と重なります。スペンサーがジェームス・マーカス、エドワード・アシュフォードと共にアンブレラを創立したのが1967年。アンブレラの進出をきっかけに、ラクーンシティには市役所や総合病院、大学高校のような公共施設、スタジアムや動物園のような娯楽施設、宿泊施設や商業施設などが次々に建設され、人口も10万人を超えるまでに急激な発展を遂げていきます。年表を重ねてみると、まるで公共交通機関の完成を待っていたかのように、洋館の完成とアンブレラ企業がリンクし、アンブレラはラクーンシティへと本格的に進出。企業城下町として街を発展させ、人々を呼び寄せているように見て取ることができます。ラクーンシティ市長となったウォーレンは、アンブレラ関連の工場や開発センター、関連施設を次々に誘致し、その見返りとしてアンブレラは市に対して多額の援助金を投し、互いの癒着関係が成立していきます。さらにアンブレラはラクーン市警察にも多額の献金を送り、特に所長のブライアン・アイアンズには莫大な額の賄賂を渡し、私腹を肥やす見返りとして、アンブレラにとって都合の悪い事件を次々ともみ消させていました。
もはやラクーンシティはアンブレラという一企業が思いのままに支配し、操ることのできる都合の良い都市になっていきます。しかしここで疑問が出てきます。アンブレラはなぜラクーンシティを選び、この都市を支配する必要があったのか。その真の狙いはどこにあったのでしょうか。そのヒントはウェスカーズレポート2の中に隠されています。ウェスカーズレポート2は若かりし頃のウェスカーが洋館事件発生以前の20年を振り返っている回想録になりますが、この中でウェスカーが T ウイルスの二次感染性とアークレイ産地の洋館に研究所を設けたスペンサーの意図との関係について思いを巡らせている記述があります。T ウイルスはほとんどありとあらゆる生物に感染する特徴を持っている一方で、多様な生態系を持っている森の中にウイルス研究拠点があるという危険な位置関係。ラッシュフォード家が事故による流出を恐れ、外界から隔絶された南極を研究拠点に選んだのとは対照的です。そしてウェスカーはスペンサーの意図に気づき恐怖します。スペンサーは初めからこの場所で T ウイルスを拡散させるつもりであったということに。アークレイ産地とラクーンシティは隣接しており、動物や植物、昆虫、魚などの生物と人間の空間を接続させやすい環境下にあります。勘の良い方は分かったと思います。そう、ラクーンシティの真の姿は T ウイルスのフィールド実験用に設計された都市であり、アークレイ産地を含んだ一帯をあらゆる生物を巻き込んだ T ウイルスと BOW の動態観察エリアに仕立てること。これこそがスペンサーの真の狙いであったということです。もしかするとラクーンシティ市長のウォーレンがこの地にやってきたのも、本人の知らないところでアークレイ産地に隣接するように人の居住空間となるラクーンシティを建設するようスペンサーに仕向けられていたのかもしれません。ラクーンシティ全域への大規模な T ウイルス拡散は、ウィリアム・バーキンが開発した G ウイルスダッシュを目論んだアンブレラ内の構想がきっかけとなった偶発的な事故による流出と言えるでしょう。しかしスペンサーの中では偶発的な T ウイルス流出さえも計画の中に織り込み済みであったのではないでしょうか。スペンサーの思考の根幹は5やビレッジでも明かされたように、ウイルスにより人類選別と進化を促し、その世界の神になることにありました。ラクーンシティはその世界を実現する手段として T ウイルスの効果を検証するための巨大な実験場になればよく、むしろ流出を促すきっかけを準備していたのかもしれません。例えばウィリアム・バーキンやアルバート・ウェスカーによるジェームス・マーカスの暗殺が洋館事件のきっかけになりましたが、スペンサーがアンブレラ内の政敵を排除する以上の目的を持っていたとしたら、マーカスの復讐心を煽り T ウイルスを巻くことも想定の中に入っていたのかもしれません。しかしアメリカの一つの都市を巻き込む壮大な計画となると、いくらアンブレラを使いラクーンシティを隅々まで支配しているとはいえ、地企業で情報操作を行うにも限度があります。スペンサーにとってラクーンシティはウイルスの暴走が起きる前提で選ばれた舞台であり、拡散後の情報操作や隠蔽に至る全てを実験の一部とみなしていた可能性があります。このような壮大な極秘計画を果たしてアンブレラ一社だけで実行できたと言えるでしょうか。この計画を可能にするため、実はスペンサーの背後に米政府内で糸を引く影の人物の存在が浮かび上がってきます。ラクーンシティ消滅の裏に米政府の影があったとしたら、この章ではメッキン作戦の裏にあった政府の思惑と彼らが何を隠そうとしていたかを追っていきます。まずはラクーンシティを消滅させたメッキン作戦、その実行経緯から改めて振り返ってみます。1998年9月26日、ラクーンシティで発生した大規模なバイオハザードの報告を受けた国防総省は米軍を投入。ラクーンシティ周囲を完全に封鎖・隔離することが決定されます。市郊外の高速道路上に化学防護装備の兵士が駐屯する防御陣地が設置され、これにより市民の脱出も困難となり、電話回線も切断されて陸の孤島と化します。この時の様子の一端は CG アニメーションバイオハザード・ディ・ジェネレーションバイオハザード・デス・アイランドにおいて垣間見ることができます。さらなる事態を懸念した大統領と連邦議会は滅菌策コード WX を議決。10月1日早朝、日の出とともにコード WX が決行され、アメリカ統合特殊作戦司令部通称ヘブンズゲートによる指揮のもと、戦略ミサイルによるラクーンシティへの攻撃が実行に移されます。コールサイン、エンジェルの攻撃機6機が燃料気化爆弾を搭載した巡航ミサイルアロー12機を発射し、中心市街地を破壊した後、全 C 機を破壊する戦術核が使用され、ラクーンシティは地図上から消滅します。滅菌作戦の決定者の中には、バイオハザード6のレオン編にラスボスとして登場したデレクシー・シモンズ、
バイオハザード・ディジェネレーションに登場したデイビス上院議員らが名を連ねています。しかしここで疑問が出てきます。いかにゾンビや異形のクリーチャーで溢れ返った極限状態とはいえ、生存者も残る中、皮下爆弾12発に加えて戦術核も使って街全体を消滅させるという念の入れようです。アンブレラが引き起こした事件収拾の目的以上に、完全に消し去りたい事実の存在が米政府側の思惑としてあったのではないでしょうか。バイオハザード5のファイル、スペンサーの手帳の中で、スペンサーは政府の愚行は隠蔽され、アンブレラがラクーンシティ消滅の責任を一身に受けることとなるだろうと語っています。スペンサーが示唆した愚行の中身こそが政府が隠したい事実になりますが、それは一体何でしょうか。ここからは完全な推測になりますが、実は米国政府は独自に生物兵器の研究を行うために、アンブレラからウイルス技術の提供を受けること、その見返りとしてアンブレラにラクーンシティを実験場として使用することを容認し、政府はその事実の隠蔽に協力することを密約として結んでいたのではないでしょうか。この密約締結にあたっては、アンブレラ側からは当然スペンサーと機密情報アクセス権リストレベル10に名を連ねたものが出てくるでしょう。一方、米政府側からも大統領と議会に対して発言力を持つ中枢に近い大物が少数登場したと考えられます。この中にはおそらくシモンズも入っていたのでしょう。もし密約が忠実に守られていれば、滅菌作戦は実行されなかったはずです。しかしスペンサーと政府には密約をめぐる思惑のズレが生じていたと考えられます。スペンサーの計画の根幹にあるのは、ウイルスによる人類殲滅と新世界の創造、その世界の神になるという思想です。大規模なウイルス拡散を想定し、ラクーンシティを巨大な実験場とする思惑に政府が隠蔽工作で協力する約束を取り付けたとスペンサーは思っていましたが、実際にラクーンシティにおける T ウイルスの大規模拡散と脅威を目の当たりにした米政府は、ここまでの感染爆発の事態を想定しておらず、自らの保身を優先し、アンブレラとの密約の存在が公にならないように隠蔽工作を行うことを選択。そのための手段として滅菌作戦を実行に移したのではないでしょうか。こうしてスペンサーの計画はラクーンシティの崩壊とともに破綻へと追い込まれていきます。一方、米政府側もアンブレラと密約を交わしたという負の歴史は政権が変わっても継承され、事実が明るみにならないように細心の配慮がなされてきました。バイオハザード6のレオン編で登場したアダム・ベンフォード大統領は、ラクーン事件の発生に政府が加担した事実を公にしようと画策しますが、それを阻止しようとするシモンズにより C ウイルスを使用され、ゾンビ化、レオンに撃たれることになります。ラクーン事件と政府の関係を知られることをいかにタブー視しているか、一国の大統領さえも消し去ることを厭わないその闇がいかに深いかを知ることができます。滅菌作戦の実行は、米政府の密約に関わった人物たちのほとんどがスペンサーの真の狙いを読み切れなかったことによるものですが、もしその中にスペンサーの思惑を全て読んでおり、逆に滅菌作戦を利用することを考えた者がいたとしたら、その人物こそラクーン事件の真の黒幕、スペンサーの手帳に登場するあの男であると考えられます。バイオハザードアウトブレイクファイル2のエピローグの中には、消滅し巨大なクレーターの跡のみとなったラクーンシティを撮影する F-22 戦闘機と、ラクーンシティ跡にそびえる真新しい建物の中で研究を行っている一団の姿が映し出されています。このシーンは公式に回収されていない未解明の伏線の一つですが、もし政府が崩壊したラクーンシティを隠れ蓑にアンブレラから提供された技術で生物兵器の研究を継続することを秘密裏に決定し、その研究をあの男が指揮しているとしたら、崩壊したラクーンシティが舞台となるバイオハザードレクイエムの黒幕として、あの男がグレースの前に立ちはだかり、事件の真相を明らかにするのかもしれません。そして研究の成果の一つが、バイオハザードビレッジのエンディングで登場したタイラント型の BOW であり、BSAA に支給されているとしたら、ビレッジの伏線がラクーンシティで回収されるという驚きの展開がバイオハザードレクイエムで待っているのかもしれません。ここからはラクーン事件以降に世界各地で発生したバイオハザード事件の因果関係について考察をしていきます。皆さんこんなことを一度は考えたことがあるのではないでしょうか。ロスイルミナノス氷山、プラーガはラクーン事件と実は繋がっているのではないか。E 型特異菌の起源はアンブレラのウイルスにあるのでは。これらに因果関係があるという前提で深掘りしてみましょう。まず主な事件の要因となった生物兵器とその開発元を整理してみるとこちらのようになります。
これまでのバイオハザードシリーズの作中で T アビスウイルス、C ウイルス、T フォボスウイルスはアンブレラのウイルスの派生であることが明らかにされていること。ウロボロスウイルスとキンコン、カドゥはそれぞれプラーガ、E 型特異菌とのつながりが示唆されています。関係が分かっているところを除くと、アンブレラが開発したウイルス系統とプラーガ、E 型特異菌とのつながりがシリーズが進んだ今も見えていないことが分かります。逆にこれらがつながると、バイオハザードシリーズの生物兵器の系譜が一つにまとまることになります。ウロボロスウイルスとプラーガは関係あるのと思われた方は、こちらの動画で考察していますので、ぜひご覧ください。概要欄にリンクを貼っています。アンブレラが開発したウイルス系統とプラーガ、特異菌の関係を考察する上で、実はつながりを生む3人の重要人物が存在します。1人目はルイス・セラ。ルイスは幼い頃に RE4 の舞台であるカンソンを離れ、一時消息不明になっています。時を経て、突如アンブレラヨーロッパの研究員として登場しています。このルイス、実はネメシス計画に関与していた疑いがあります。アンブレラ崩壊後、ロスリミナドス教団の研究者となりますが、アンブレラ時代のネメシス計画の研究をベースとして、ジョイシュプラーガの完成に主導的な役割を果たしていたのでは、と考えられます。このあたりの考察はこちらの動画で行っていますので、ぜひご覧ください。もしラクーン事件をきっかけにしたアンブレラの崩壊が起きなければ、ルイスもロスイリミナドス教団に移ることがなく、教団もジョイシュプラーガを完成させることができなかったはずです。ジョイシュプラーガを投与したアシュリーを人質にアメリカと交渉するという教団の目論見自体が機能しなかったことを考えると、教団の戦略とプラーガの完成度を上げる上で、ラクーン事件がルイスの行動に重要な影響を与えていることになります。2人目はリカルド・アービング。バイオハザード5に登場した人物で、表向きはトライセルアフリカ支社の資源開発部門が所有する油田の所長のポジションですが、実態は生物兵器の密売に闇ルートの情報屋です。ロスリミナドス教団壊滅後、トライセルにプラーガを引き渡した情報人であり、これによりトライセルでプラーガの改良型であるタイプ2、3の開発が進められることになります。バイオハザード5の発売当時に公開されていた BSAA リモートデスクトップ内のファイルによると、実はアーウィングはラクーン事件当時、ラクーンシティにいたとされており、接近作戦前に脱出した生き残りの一人ということになります。ラクーンシティに滞在していた経緯やどのように脱出したのか明らかにはされていませんが、アーウィングもトライセルとつながり、プラーガを拡散させるきっかけはラクーン事件にあったということになります。3人目はブランドン・ベイリー。特定の拠点を持たないネットワーク型の犯罪組織、コネクションの創設者で、これまでバイオハザード5やバイオハザードビレッジのファイル上にのみ登場した人物です。アンブレラ創設者の一人、ジェームス・マーカスに指示し、アンブレラアフリカ研究所の所長として、ウンディパヤ族の聖地、太陽の階段に咲くシソ花からシソウイルスを抽出、マーカスに送付する役割を担っていました。マーカスが T ウイルス作成に成功したのも、実行役としてのブランドン・ベイリーの功績が大きかったと言えます。ラクーンシティ崩壊後、アンブレラアフリカ研究所は閉鎖され、その後コネクションを創設。特異菌の開発につながるわけですが、ブランドン・ベイリーがコネクションを起こすまでの経緯について、実は不可解な点が残されています。バイオハザード5のファイル、スペンサーの手帳にある機密情報アクセス権リストによると、ブランドン・ベイリーは死亡したとされています。手帳の中には、レベル10の上級幹部以外にシソウイルスの秘密を知る者は処分されたことを匂わせており、ブランドン・ベイリーがその代表格として名前を挙げられています。ファイル情報漏洩対策実施報告書によると、アンブレラアフリカ研究所の研究員が空港に移動するバス内で罠にかけられ、最後を迎える様子が生々しく描かれています。ブランドン・ベイリーはこの罠をかいくぐって生き延びたことになりますが、一体どのようにしたのか、現時点で詳細は明らかになっていません。可能性としては大きく2つあります。一つはブランドン・ベイリーと研究員が事前に情報漏洩対策の実行計画を察知しており、実行役を逆に殺害。報告書自体はあたかも処理が完了したかのように偽装したケース。もう一つは実際に処理は最後まで完了した後にブランドン・ベイリーが復活をしたケース。この場合、ブランドン・ベイリーの手元にはシソウイルスがあったはずですので、処理される前に自らに投与して蘇ったということが考えられます。そう、あのウエスカーのように。ラクーン事件後も研究所閉鎖までのしばらくの間、ブランドン・ベイリーは部下のシソウイルス研究を評価、アンブレラに連絡する立場にあったようですが、
もしその評価結果の中にアンブレラに伝わっていない未知の効果を確認しており、それを使って蘇っていたとしたら、そしてその効果が B 型特異菌開発の原点になっていたとしたら、未だ全貌が明らかになっていない特異菌開発の秘密がラクーン事件に結びつく隠された事実が存在しているのかもしれません。ラクーン事件、それはルイス・セラ、リカルド・アービング、ブランドン・ベイリーの3人の運命を変え、その後に登場するプラーガ特異菌という新たな脅威の誕生の引き金を引いた出来事と言えるでしょう。今回の考察はここまで。滅びたはずの街、ラクーンシティ。しかしそこに積み重ねられた人間の罪と執念はまだ何も終わってはいませんでした。レクイエムは母の死の謎を追う一人の女性の物語であると同時に、かつての惨劇が未来へと続く最悪の連鎖であることを示すもう一つのバイオハザードです。そして私たちはまた問うことになるのです。なぜあの街で起きたのか。なぜそれが終わったことにされたのか。バイオハザードレクイエムはその答えを突きつけてくることになるでしょう。ラクーン事件の隠された真実、皆さんはどう読み解きますか？コメント欄でぜひ皆さんの考察をお聞かせください。